ねね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 。どうも皆様こんにちは。ケンジです。ゆえあって再スタートになるんですけども、そんな再スタートの一発目に持ってきたフィギュアはこちら。メリコムトイよりマフェックスロボコップのこれはマーフィーヘッドダメージバージョンっていいのかな。要はダメージバージョンですねになります。では早速パッケージから見ていきましょう。正面にフィギュアブリスターね見えておりまして、もう痛々しいですね。もう楽しみにしていたんですけども、これね、横に下に上にロボコップ、後ろもう痛々しい。皆さんロボコップご覧になったことありますでしょうか。もうね、私はちっちゃい頃テレビで見ましてトラウマでしたよね。もうね、悲しいわ、怖いわ、かっこいいわでもうね、感情が追いつかない映画でしたよね。今テレビでやれるんでしょうかね、あれこれね、説明書かなんか、説明書で注意書きかなんかありまして、ブリスタート。いやー、もうめちゃくちゃ楽しみです。ではね、早速中身の方出していきます。まずはお顔の方からいきましょう。もうこれの出来がやばくないですか。これ演じてるのはね、ピーター・ウェラーっていう役者さんでして、もうまんまですね、これ顔。横いった後ろね、痛々しいなこれ。ダメージバージョンっていうだけあって、これなんか汁っちゃうななんかオイル的なもんが漏れていますけども、もう痛々しい。もうね、本当に痛々しいしか出てこないんですけどね。ここね、物語の序盤で頭部に銃弾受けるんですけども、その後がちゃんと造形してあります。真正面行って、ピーター・ウェラーといえばね、ロボコップもそうなんですけど、私ね、リヴァイアさんっていう映画ありまして、あれが映画関係ないわ。素晴らしい。上半身の方なんですけども、ところどころに弾痕や裂けたような造形がされていて、この中のね、裂け目からは傷が見えていますね。で、この弾痕からはオイル漏れでしょうかね、漏れていますけども、この肩口裂けていますね。造形もそうなんですけど、塗装が素晴らしいですね。くるりと一周でね、これらの傷 ED209 っていうロボットからつけられた傷でもあるんですけど、あとね、その後に同じ警察官から一斉射撃されてできた傷でもあるんですよね。その時ロボコップね、張って逃げるんですけども、あそこね、もう見ていてかわいそうでしたけどもね。下半身の方もところどころに弾痕ありまして、オイル漏れありますね。ぐるりと後ろ行って、ここのダクトかな、これダクト的なとこからもオイル漏れが激しいです。後ろこう行って、えぐれてますね、ここ太もも。素晴らしいんですけどね、造形が素晴らしいゆえに痛々しい。これ何回も言いますけど痛々しい。正面戻りまして、足裏は、こんな感じと。可動範囲いきましょう。マフェックスといえばその関節の強度の問題ですよね。最近ではあまり見られなくなったんですけども、その辺の方もちょっと見ていきましょう。気をつけて。まず頭部外れるとこんな感じで、案外簡単に外れましたね。パチリとは言わないかな。これ結構簡単に外れます。で、このようなボールジョイント接続でダブルボールジョイントですね。で、首の付け根での可動がこんな感じであって、回転は無理かな。付け直して、でまず上向きはここまでで、うつ向きがここまでかな。でボールなんで一周いけると思いきやいかないか。一周いかないですね。ここまでが限界かな。
ここまでかな。でボールなんで傾きはできると。上半身の可動はまずこの胸より少し下あたり、ここでボールジョイントでつながっていまして、ぐるりと一周はできやんくはないんですけど、あまり無理してやる必要はないかな。そしてこの腰でもボールジョイントでつながっていて、こんな感じで動くと。でその2つを利用して後ろへはこれぐらいかな、これぐらいですね。で前へはここまでか。可動域2つある割には前はあまりいかないですね。これぐらいかな。肩および腕の可動は、ここ引っ張るとこんな風に引き出し機構がありまして、こんな風にバタフライジョイント、こまでの可動が確保できて、こんな風に動くと。で水平は引き出したままでいきましょうか。水平はここまで、ロボコップフィギュアの宿命でしょうね。水平はあまりいけないと、構造上ね、造形上で二の腕バイセップスでの可動はありませんで、肘が二重でここまでいけて、手首の可動はこんな感じで、ジョイントはこういうジョイントですねになっています。下半身の可動なんですけども、まずここ股関節で引き出し機構がありまして、引き出したままでの可動範囲いきますね。前はっていうかね、結構これぐるっといけそうなんですよね。この後ろへもね、ここぐらいいくので、そして引き出した状態で股割り2つ引き出すとこれぐらいかな。ロボコップフィギュアとしては合格でしょう。行き過ぎなぐらいです。で戻して膝がここまでと。で足首ね、前はここつま先可動ありまして、見えるかな、ありまして、でここね、ここシリンダーが動くんですよね。この動きね、男の子も女の子も大好きでしょう。でこの付け根、ここねボールジョイントになっていて、結構簡単に外れるようになってるんですよ。多分ね足首がよく動くので破損しないためでしょうね。外れやすくといってもね、そんなに簡単に外れるものではないので、全然ストレスにはなりません。で先ほど言った関節に関してなんですけども、このロボコップに限って言えば緩みとか、あと破損しやすい箇所とかはありませんでしたね。それもね個体差かもわからないですけどもね、とはいえね、やはり日本のフィギュアなので、ちょっとね動かすときはね、こんなに根元とか持ったりして気をつけた方が良さげですね。続いて付属パーツいきましょう。まずこちらがロボコップのメインウェポンであるハンドガンオート9ですね。小さいながらも非常によくできています。そんなオート9につけるマズルフラッシュのエフェクトパーツ、ここにねくぼみがありまして、ここにオート9の先端をつけてあげるとこんな風になりますと。こちらはコブラアサルトキャノン、こっちもね強烈な印象を与えてくれた武器でしたよね、劇中。スコープにクリアパーツが使われているとかはありませんね。成型色一体であります。こちらはロボコップの右太ももにこのねオート9をこの収納したり取り出したりするときに太ももを開閉するんですけども、それを再現した付け替えのパーツですね。そんなパーツの付け方なんですけども、まず元から付いている太もものパーツ、これ簡単に外れます。簡単に外れるとは言っても保持力結構あるので、その辺のストレスはありませんね。外してどっちからでもいいんですけど、後ろからいきましょうか。こんな風に穴があって合わせてカチリとはいかないかな、つけて、で前の方もこんな風に穴開いてるのでこう合わせてつけてあげるとこんな風になって、でここにね、ここ先ほど言ったオート9をこうつ
けてあげると、いいですね。この辺のね、動き、かっこいいんですよね。ウィンウィンクションって、絶対真似しますよね。ウィンウィンウィンクション。手首パーツは、右手が5種類、左手が2種類。中でも印象深いのは、やっぱりこれですよね。シャキーンって出した後、警察署のコンピューターにぶっ刺して端末にアクセスしてデータ閲覧してましたね。で、後半ね、武器としても使用していて、クラレンスの首にぶっ刺してましたね。これ血のりついてるっていうことは、ぶっ刺した後っていうことでしょう。では大きさ比較いきましょう。フィギュアーツ真骨頂仮面ライダー新1号とマーベルレジェンドのアイアンスパイダーマンコミックバージョン。そしてやっぱりこの並びやりたいですね。こちらは同じくマフェックスの T800 ターミネーター1のやつですね。どうですか？こう見ると今回のロボコップなかなかボリューミーですね。ちょっと大きいですかね、ロボコップの方が。ですけど絡ませて遊ぶには十分じゃないでしょうか。煽り気味に移しまして、劇中の終盤ですね。私を探しているのか。そして正確無比な射撃。ロボコップフィギュア持ってればこれはやりますよね。ノールックショット。マーフィーがこの状態でのノールックショットっていうのはなかったと思うんですけども、お約束っていうことで迫り来るトラックを避けるために小走りになってちょっと動きの速くなったロボコップ。この後の展開が小さかった私にはトラウマになりましたね。ちなみにそのタンクに突っ込んでいった役者さん、ドラマ ER にも出ていまして、そこでの扱いもなかなかのもんでしたけどもね。あとショーシャンクの空にも出演されていましたね。一つ欲を言えば表情パーツ欲しかったかな。食いしばり顔とか。いやー、しかしこれ永遠と遊んでられますね。そいでもってコブラキャノン、二の腕のロールがないですし、このね腕がね内側に曲がらないのでちょっと両手持ちがしづらい感じではありますけどもね。かっこいい。なんだ君は。マーフィーだってことでフィギュアの方見てきましたけど、いかがだったでしょうか。ここまでお付き合いしてくださった方々いらっしゃったら本当にありがとうございます。マフェックスね、一番の懸念点だった関節周り、妙に緩かったりね、その辺のところを心配していたんですけども、このロボコップに関しましては全然ありませんでしたね。で、このロボコップ、次にロボコップ2バージョンが控えているんですけども、それも購入したらね、レビューしたいと思います。それではね、こんな動画にまた付き合ってやろうじゃないかって方いらっしゃったら、また当チャンネルいらしてください。それではまた。